札幌すすきのからこんばんは。見てください、この光景。夜の闇に吸い込まれていく真っ白な湯気。この湯気に捕まったらもう逃げられません。今日はすすきのの夜の相棒、いやもはやすすきのの魔力と言える存在、大人気の中華まん専門店海鐘楼に来ています。すすきので飲んだ帰り道、この香りに吸い寄せられて、明日の朝ごはんになんて言い訳しながら買うんだけど、結局我慢できなくて帰り道で頬張る。これどさんこなら一度はやっていますよね。実はここ、皮についたドットの色で中身を見分けるのが通の常識らしいんですが、恥ずかしながら私、今まで一切気にせず本能のままに食べていました。というわけで今回の企画は、割るまで中身がわからない闇鍋的実食。自分の勘だけを頼りに選んで忖度なしの勝手にランキングを決めていきます。それではすすきのの夜を彩る熱々中華まん全種類レビュースタートです。さて、まずは第7位から。第7位はあんまん。見た目からもう違います。他の中華まんより一回りまん丸。ということは、そう、これは引き当てやすいボーナス枠です。ただし味は全く妥協なし。中には北海道産小豆 100% の滑らかこしあん、そこに香ばしいごまをブレンドした本格的な中華あんです。さらに皮には北海道産の生乳を使用。しっとりふわふわの食感がたまりません。すすきのでしょっぱいものを散々楽しんだ後、この優しい甘さとふわっと抜けるごまの香り、これかなり整います。ただ今回7位なのは正直ちょっと優等生すぎるから。美味しい、間違いない。でもこのお店の中では少しおとなしめ。1個300円で味わえるすすきのの優しい夜、これは癒されます。第6位は中華まんとしてはちょっと珍しい牛まんです。表面にドットの印はなく、代わりに表面がつるっとしているのが見分けるポイント。中には牛肉の他に玉ねぎ、たけのこ、しいたけといった野菜がぎっしり。オイスターソースを効かせたかなり濃いめの味付けで、一口食べれば牛肉の旨味が口いっぱいに広がります。これ実はビールとの相性が最高なんです。やや濃いめの味付けがたまらないと、おつまみ代わりに買っていくお父さんも多い一品。コンビニの肉まんとは一線を画す専門店ならではのクオリティに圧倒されます。すすきのの夜に負けない力強い味わいが楽しめます。第5位は豚まん醤油。これは王道。海鐘楼の基本の味ともいえる一品で、一番人気のブレンド醤油がコク重視なのに対して、こちらはあっさりとした秘伝の醤油ベース。中には北海道産の豚肉を粗挽きでたっぷり。さらに白菜、玉ねぎ、たけのこ、しいたけと野菜の甘みもしっかり感じられます。一口食べると、あ、これ毎日いけるやつだなってすぐわかる。派手さはないけど素材の旨味がじんわり広がる安心感。生地も北海道産の生乳入りでしっとりふわふわ。このボリュームで350円は正直かなり強いです。ただ今回5位なのはやっぱり王道すぎるから。美味しい、間違いない。でもこのランキングでは少しインパクトに欠ける。逆に言えば外れを引きたくない人にはこれ一択。濃い味に疲れた夜にちょうどいい美味しさ。これは地味に何度もリピートしたくなる一品です。第4位、プルコギまん。来ました。これは当たり枠。中は牛バラ肉を使った本格的な韓国焼肉スタイル。コチュジャン、ニンニク、ごま油、この組み合わせ間違えるわけがない。
一口食べると甘辛いタレと油の旨味が一気に広がって、ニラの香りが後から追いかけてくる。これ完全に中毒性あり。1個420円と少しリッチですが、この満足感ならむしろ安いくらい。ふわふわの生地がこのパンチのある具材をしっかり受け止めてくれます。ただ今回良いなのはやや重すぎるから。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。でも飲んだ後にはちょっとパワフルすぎる場面もある。逆に言えばしっかり食べたい夜には最強クラス。これはもう中華まんの皮をかぶった焼肉です。さてトップ3の発表の前に、ここでちょっと番外編。中華まん以外も見逃せない名脇役を紹介します。まずはこちら、肉シューマイ。いやーでかい。一般的なシューマイの軽く 1.5 倍。最大の特徴はほぼつなぎなし。北海道産の豚肉と牛肉の合いびきがこれでもかと詰め込まれていて、一口いくともう完全に肉食ってる感覚。これ正直中華まんと並べても全く引けを取りません。むしろ酒のあてとしてはこっちが主役かもしれない。そしてもう一つ、五目ちまき。笹の葉を開いた瞬間、ふわっと広がるこの香り。これだけでもう勝ちです。北海道産のもち米に鶏肉、豚肉、エビ、さらにゴロッとした栗。具材の満足感がとにかくすごい。もちもちの食感に醤油ベースのしっかりした味付け。そこにほんのりの甘みが乗って、気づいたら一気に食べきっています。というわけで脇役とは言いましたが、正直どれも主役級でした。それではいよいよ海招楼ランキングトップ3の発表です。第3位は期間限定スタッフおすすめチンジャオロースまん。これ来たら当たりです。海招楼の楽しみの一つがこの期間限定メニュー。だいたい3ヶ月に1回ぐらいで入れ替わるので、来るたびに新しい出会いがあります。この前は極上ピザマンが話題でしたが、今月の推しはチンジャオロースまん。中にはピーマンとタケノコ、そして太めにカットされた豚肉がぎっしり。一口食べると食感、香り、旨味が一気に広がって完全に中華料理です。これ本当に中華まんの中身かって疑うレベル。甘辛い特製ダレがしっかり絡んでご飯が欲しくなるやつ。でもそれをふわふわの生地で包んでいるから面白い。この意外性が癖になります。この季節しか出会えない、出会えたら絶対に買うべき一品。これはもう今しか食べられない贅沢です。第2位、豚まん辛口。ベースは人気ナンバーワンのブレンド醤油。そこに数種類のスパイスと唐辛子を重ねて、豆板醤、コチュジャン、さらに桜味噌まで加えたピリ辛。程よい辛さが美味しい。気づいたらまた1個いっている。これは完全に危険なやつです。実際に札幌ファクトリーの聖火炉を思い出すという声も多くて、どこか懐かしさもある味わい。そしてこの辛さを北海道産生乳入りのふわふわ生地が包み込む。これは好きな人には一位級。すすきのの夜を一気に熱くする一品でした。さていよいよ第1位の発表です。皆さんもう分かってますよね。第1位は豚まんブレンド醤油。やっぱりこれです。派手さがあるわけじゃない。でも最後に戻ってくるのはいつもこの味。中には北海道産の新鮮な豚肉を粗挽きでたっぷり。玉ねぎの甘みと一緒にトロットロのあんがぎっしり詰まっています。味の決め手は甜麺醤をブレンドした秘伝のタレ。一口いくとまず肉の旨み、その後からじんわりと広がるコク。濃厚なのに重くない。むしろもう一口いきたくなる。そのちょうど良さが本当にすごい。
生地もしっとりふわふわ。すすきので飲んだ帰り道、寒い夜にふっと立ち寄って、いつも結局手に取っているのはこれ。だからこそ長く愛されてきたんだと思います。自分へのご褒美にも誰かへのお土産にも間違いない看板商品です。すすきのの夜を彩る海鐘楼の中華まんランキング、いかがでしたか？結局ドットの色を覚える前に本能で食べてしまいましたが、どれを引いても間違いのない手作りならではの温かさがありました。皆さんならどの1個を選びますか？コメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。